自分のスキルがもう商品として価値がないものになっちゃってるっていうような時にフリーランスは収入がなくなっていっちゃうっていう風な、結構残酷なね、厳しいよね。こんにちは、とつです。今日は働き方についてお話ししようと思っています。僕はフリーランスのデザイナーとして働いてます。就職活動はせずに紆余曲折みたいなのあるんですけど、かれこれ合計で10年ぐらいかな。10年ぐらいずっとフリーランスをやっています。比較としていわゆる正社員として働いた経験みたいなのはかなり乏しいので、あんまり比較みたいな感じにはできないんで、僕が主観として体験としてフリーランスで働いていることのメリットとデメリットっていうことについてお話ししたいなっていうふうに思ってます。メリットの一つ目、とにかく時間が決まってないっていうのが一つ大きいですね。で、僕は双極性障害、気分の波がすごい激しいんで、そう状態の時、元気な時には普段の自分よりもかなり高いパフォーマンスを出せるんですけど、うつ状態に入ってくるとパフォーマンスがもうガコンって一気に落ちるみたいな、かなりピーキーな性能した人間なのかなって自分のことを思ってます。現代社会で結構ピーキーな人よりも一定ラインずっと80点ぐらいで仕事できる人の方が評価されやすい社会になっちゃってますよね。躁うつだったりとかうつ病になっちゃいやすい性質の人って現代ではかなり生きにくいような気がします。生きにくくないですか？フラットに仕事してる人の方が評価されますよね。ちゃんとずっとコンスタントに毎日仕事にも行かないし、現代ってもう夏に働いて冬は休むとか、3週間働いて1週間休むとか、そういう働き方ってどんどんできなくなっていってるじゃないですか。昔はこの季節は仕事してこの季節は休むみたいなのがもっとあったと思うんですけど、その第一次産業から第二次産業、第三次産業ってなっていって、どんどんコンスタントにずっと同じパフォーマンスを出すっていう求められる社会になったなって感じてます。なんで僕も社会人として普通に会社員になっちゃうと使いづらい性質、パフォーマンスの出し方なのかなっていうふうに感じてるんですけど、フリーランスってそれが許されるというか、勝手に自分がマネジメントしていいっていう風なのがフリーランスの良さかなっていうふうに思ってますね。で、働く時間も自由だし、僕の場合は朝がめちゃくちゃ弱いんで、朝10時ぐらいにも起きて活動を始めれるっていう日はそう状態の時しかないですね特別元気な時以外は朝10時以降、基本的に午後から仕事はしてます。昼ご飯食べた後から夕方5時6時ぐらいまでしか働いてないです。基本はすごい労働時間も普通の人に比べてめちゃくちゃ短いですね。東京で働いてた頃はもっと家賃を払わないといけなかったりとか、毎月の交際費がたくさんかさんでたりとか、食費も結構かかってたんで、もっと働いてたというか、普通の会社で働いてる方よりも多分ずっと1日働いてたんですけど、その時に大きい鬱になっちゃって、でそこから働き方というかを見直して今の働き方に至ってます。労働時間をそもそも短くできるっていうのもフリーランスの良さですよね。なんか自由な時間に働けるっていう風なよく言われますけど、自由な時間に働けるっていうよりは、僕が思うメリットは労働時間を短くできる。とにかく労働時間短くても別に大丈夫だよなっていう風な気持ちでいられるのがフリーランスの良さだなって感じてますね。いっぱい働いて鬱になっちゃったんで、僕の場合そのデザインは結構お金をちゃんと稼ぐ仕事になっていて、でその他の仕事、例えばこういう YouTube だったりとか SNS みたいなことに時間を使ったりとか、あとは制作活動ですね。絵を描いたりとか文章を書いたりとかもしてるんで、そういう自分のための活動にもっと時間を使っていきたいなっていうのもあって、それで岡山にまず引っ越してきました。で、生活費が劇的に下がったんで、仕事をそこまでしなくても生きていけるようになったんですね。本当に全然変わりました。東京にいた時とは使うお金のボリューム感というかが変わったんで、それで仕事への考え方も変わった気がしますね。東京にいる時は相談をもらった仕事は全部断らずに、受け入れれば受け入れるだけよくて、とにかく規模を大きくしていってスピードを速くしていってっていう風にするのがいいっていう風に思ってたんですけど、その考え方も変わって、生きていくためのお金を最低限稼げればそれでいいんじゃないかっていう風な考え方に変わりました。それはその大きな鬱を体験して変わったことなんですけど、お金を使ってもっと生活を豊かにしていこうっていう発想じゃなくて、自分の行動によって自分自身を豊かにしていこう、お金は自分のことを豊かにしてくれないんだなっていうふうに思って、自分の人生の時間を使うっていうことは自分を喜ばせることであって、で自分を喜ばせた結果誰かが喜ぶっていうのが人生の一番いい時間の使い方だなっていうふうに
感じてるので、僕が使った時間が自分のためにもなるし相手のためにもなるかなっていう、そういう仕事にもっと集中できる、取捨選択して選んで集中できるかなっていうふうに思って変わってきてます。それがフリーランスの、僕がずっとフリーランスを長年やってきてるのの、やっぱすごく最大のメリットだなっていうふうに感じますね。あとフリーランスのいいところ2つ目なんですけど、仕事相手を選べるってことですね。余裕がない時には別に選べないじゃんっていう話かもしれないですけど、働く相手を、ちゃんと僕が好きな人と働くというふうに僕はしてて、僕の場合は結構仕事は仕事、プライベートはプライベートって分かれてる方じゃなくて、仕事相手もプライベートでも友達だったり知人だったりするっていうことの方がすごく多いんで、好きな人じゃないとね、自分の時間を使って自分の技術を使ってこの人のために何かを作ってあげようっていう風になかなかそれに対して喜びを感じられないんですよね。でその喜びを感じれることが僕にとって仕事が続いていくことだし、逆に言うと辞めれること、仕事を辞めてもいいって思えることでもあるんですよね。それがそういう風にしていくと、仕事って信頼関係なんで、その人との。最近僕の場合はもう躁うつ双極症っていう僕のパーソナリティ自体も相手に共有して、でその上で契約書の内容をちょっといじって一緒に相談していじってもらうみたいなことを最近はしていて、契約書って大体終了合意事項みたいな、契約を終了するためにはこういうふうにしないといけないよみたいな、そういう決め事みたいなのが大体あるんですけど、その内容を僕の場合は事前の告知なし、または当日のその日の告知のみで契約を双方の同意なしで終わらせることができますみたいな、すごい契約書を作ってもらったりとかしてます。でこれはもちろん会社さんというか、僕の友人でもある代表の方だったりとか、契約書作ってくださる方のすごい好意でもあるというか、本当にありがたいことなんですけど、こんな契約書多分ありえないんで、でもそういうことができちゃえるよっていう。フリーランスって本当に個人と個人の信頼関係で成り立ってるんで、会社みたいな大きいものっていうよりは個人個人のこういうふうに働きたいんです、逆にそういうふうに働かせてもらえたら僕自身もその人にとっていい状態でいられるっていうふうに感じるので、最近はそんなふうにカスタマイズ契約書を一緒に作ってもらうっていうことをしていて、そういうことができるのもフリーランスの、すごくいいところだなって感じてます。でフリーランスの逆にデメリットなんですけど、安定収入がないことですよね。自分の信頼関係を売り物にしているっていうことだと思います。言い換えると。でこれどういうことかっていうと、自分の信頼関係がなくなってしまったりとかした時に大きな痛手を受けるっていうのがフリーランスの仕事の原理原則なんじゃないかなって感じますね。だから収入が途切れるっていうことは、その時の流れとか運もあったりすると思うんですけど、自分のスキルがもう商品として価値がないものになっちゃってるっていうような時に、フリーランスは収入がなくなっていっちゃうっていう風な、結構残酷なね、厳しいよねだと思います。なんで僕も基本的には僕自身が商品でもあるというか、その僕自身の作ってきた人間関係ですよねを仕事に生かしていく必要があるんで、なんでそれがちょっと境界線がなくなっちゃうっていうのがデメリットかなって思ってます。なんでパキッと仕事は仕事っていう風に分けて安定して何時から何時でこういうことさえやっておけばお金がもらえるってことで安心して自分のメンタルが保たれて人生全体が幸せになる人であれば会社員の方が向いてると思います。逆に僕はまず朝10時に必ず起きて同じ場所に毎日行かなきゃいけないっていうことがもう本当に絶望的に、もうその時点で僕はできなかったんですよね。ほとんどの正社員としての現代の仕事は向いてなかった、残念ながら向いてなかったんで、仕方なく今の道、フリーランスもなるぞって思ってなったわけじゃなくて、就活からも逃げて、また再就職することからも逃げてたどり着いた結果が今の僕のフリーランスの形なんで、自分の身を仕事の関係性みたいなものの中にさらして、それで付き合っていくっていうことに喜びを覚えれる人はフリーランスすごく向いてるような気がしますね。僕は結構楽しいです。好きなコーヒー屋さんに通ってコーヒー屋さんの店主さんと仲良くなって、でその仲良くなった結果、こういうのやってもらおうかなみたいな風に思ってもらえて仕事になるみたいな、それが結構フリーランスの付き合いだったりとかするんですけど、そういう付き合いみたいなものが苦手な人は正社員の方がいい、会社員の方がいいのかなっていう風に感じてますね。手当がもらえないっていうのもフリーランスのデメリットな気がします。多分そのうつ双極症ちょっと僕詳しくなくてあまり把握できてないんですけど、うつになって休職した休職手当みたいな形で、一部給料の一部が補填されるっていう期間がある程度あると思うんですけど、フリーランスはそういうのが全くないんで、
鬱になって働けなくなった期間があれば、その分収入が減る、助けてくれるものはない。そうなって本当に生きていけなくなったら、生活保障だったりとか障害年金だったりとか国の支援金とかに助けてもらうしかないと思うんですけど、フリーランスにはそういう保証がないんですよね。それによっていざとなったら休んでも給料がある程度出してもらえるなっていうことに関して、それによって安心して豊かに生きていけるっていう人はフリーランスになるべきではないかなって思ってます。じゃあ逆にどういう人がその点で向いてるかっていうと、自己責任が好きな人ですね。自分が働いてない時はそれはお金ももらえない、じゃあお金がもらえないで当たり前でしょっていう方が安心できる人がフリーランスに向いて、そんなやついるんかって思いましたけど、僕がそれなんですよね。僕が僕自身の行動によって生み出したお金で生活を賄って生きているっていう状態がすごく好きなので、逆にお金がなくなって生きていけなくなって生活保護で生きていけなくなるとか、実家に帰らなきゃいけなくなるとか、結局自分の責任で自分が追い込まれるみたいなことに関してはすごく楽なんですよね。気持ちが別にいいじゃんって思えちゃうんで、そうなってもそういう人はフリーランスものすごく楽しいです。お金なくなると追い込まれるかもしれないですけど、逆に追い込まれるのも気持ちいいとか、逆にプレッシャーを感じないとかね。僕の場合は後者のタイプで、お金が減ってもあんまりプレッシャー感じないタイプなんで、そういう意味ではフリーランス逆に向いてるのかなって思ってます自己責任でやって自己責任で生活に自分で苦しむっていうそれでいいじゃんって思える人はぜひフリーランスおすすめです。はい、ということで今日は特に気分の波がある人だったりとかメンタルの不調を抱えている人にとってフリーランスで働くことのメリットとデメリットについてお話してきました。働き方って本当に十人十色で、僕が思うのは一人一人の性質に合った働き方みたいなのを自分で開拓できると思うんですよね。特に今の時代、正社員フリーランスっていう二項対立で話すのは自分でやっといてなんですけど、すごくナンセンスで、もっと例えば半分社員半分正社員で半分フリーランスとか、僕だったら絵を描いたりとか作家活動してるんで、半分作家活動みたいな感じで生きていくみたいな、いろんな生き方が本当にあります。なんで自分はどこにもハマれないな、正社員にもハマれないなとか、独立して働くっていうのにもハマれないなみたいなって考えてる方は、ハマりに行くんじゃなくて、自分自身で自分の生き方とか働き方を作っていこうっていうふうに思って考えを転換してみるのがいいのかなっていうふうに思います。大きい鬱を経てからこんな働き方もできちゃうんだっていうことに未だに驚き続けてるし、結構そういう人が世界にはいるというか、こんな自分勝手な働き方していいのっていう人たちが実際にいるんですよね。でその人はその人なりに自分の楽な方向というか自然体で入れる方向みたいなのを模索してきたと思うんですよね。で頑張るわけじゃなくて努力するのも無理したり頑張ったりするっていうのも僕はあんまり賛成派じゃないんで、それよりも自分が心地いい方向に進んでいく勇気を持つっていうのがすごく大事なことなのかなと思ってます。特に気分の波があったりとか不調を抱えやすい人にとってはものすごく大事な考え方なのかなって感じてます。自分の豊かな方、楽な方に行きましょう。楽になるほど実は仕事もできるし、人間関係も豊かになるし、自分の本来の力っていうのを発揮できるようになるんじゃないかなって思いますね。働き方について、フリーランスのことについてお話しさせてもらいました。動画を見てくださってありがとうございました。コメントを毎回してくださる方も本当にありがとうございます。登録者1000人も少しずつ近づいてきてるんで、気分の波に従って無理せず、出せる時はいっぱい出して、出せなくなったら休んでみたいな感じでゆるゆると自分が一番いいものを作れるやり方でこれからも発信していきたいなっていうふうに思ってるんで、よろしくお願いします。チャンネル登録してくださるとすごく嬉しいです。ここまで見てくれた人は結構登録してくれてる人な気もしますけどね。ということでまた次回の動画で会いましょう。じゃあねー。